皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？もう11月になりましたね。すごく早くて私も毎日びっくりしてるんですけど、皆さんもう少しで1年の終わりも近づいてきてますが、どうでしょうか？最近は元気ですかね？私はね、毎日楽しく過ごしてます。で、今日のポッドキャストでお話ししていくのは、全然そんな年末に関係ないことなんですけど、今日は久しぶりに日本語のことについて少しお話ししていきたいなと思います。私がたくさんの生徒さんとお話しする中で、皆さんきっとこの部分がすごく難しいのかなって思うところがあるんですね。それが何かというと、親族名称。親族っていうのは家族ですね。家族。親戚です。家族。なんですけど、その親族をどうやって呼べばいいのか。どんな場面でどうやって呼べばいいのか。例えば、お兄ちゃんの呼び方にもたくさんありますよね。お兄ちゃん、お兄さん、兄。どれを使えばいいのかわからない。お母さん、母。どっちを使えばいいのかわからない。そんな風にたくさん呼び方があります。なので今日はそのことについて詳しく優しい日本語でお話ししていければいいなと思います。なので皆さんもぜひリスニングがてら聞いていってくださいね。では早速始めていくんですけど、まず最初に簡単なお父さんお母さんから説明しますね。まず本人に話しかけるとき、私が私のお母さん、お父さんに話しかけるときは、そのままお母さん、お父さんっていう言葉を使います。これが一番基本的な呼び方です。でも人によって呼び方がたくさんあるんですね。お母ちゃん、お父ちゃんって呼ぶ人もいるだろうし、ママ、パパって呼ぶ人もいます。でも基本的な一番ベーシックなものはお父さん、お母さんですね。そして友達に話すとき、友達に私のお母さん、お父さんについて話すとき、この時も私のお母さんがとか、私のお父さんがとか、そんな言い方をします。でも、フォーマルな場面、ビジネス、お仕事で自分のお父さんとお母さんについて話すとき、この時は母、父っていう言葉を使うんですね。母、父です。私の母がとか、私の父がとか、そんな言い方をします。これがお父さん、お母さんの言い方です。自分が話しかけるとき、友達に話すとき、そしてビジネスで使う言葉ですね。で、他にもこの前生徒さんから質問があったんですけど、結婚相手のお父さん、お母さんいますよね。結婚して家族になります。その相手のお父さんとお母さんを何て呼べばいいのか。これはお父さん、お母さん同じなんですね、呼び方が。お父さん、お母さん、そんな呼び方をする人が多いと思います。でも漢字が違うんですね。上の字幕に書いてると思うんですけど、結婚相手のお父さん、お母さんはこの漢字を使います。自分のお父さん、お母さんとは漢字が違うんですね。これが違いです。でも呼び方は同じ。お父さん、お母さんって呼びます。そして次、兄弟ですね。兄弟。兄、姉、弟、妹がいますね。皆さんより年上の兄弟は兄、姉です。年下は弟と妹なんですけど、私には兄がいます。で、私は兄に話しかけるとき、私が話しかけるときは、名前で呼ぶんですね。これは本当に家族によって違うと思います。でも一番ベーシックな呼び方は、お兄ちゃんですね。お兄ちゃん。
きっとアニメを見たことがある方だったら聞いたことがある人が多いと思うんですけど、お兄ちゃんって呼ぶ人が一番多いんじゃないかなって思います。自分の兄に話しかけるときですね。お兄ちゃん今日忙しいとか、そんな風に聞きます。私の場合は名前で話しかけるんですね。で、姉がいる人も同じですね。お姉ちゃんって話しかける人も多いです。人によっては、にーにーとかねーねーとか言う人もいますね。私の友達にいた気がします。で、次、友達に話すときですね。友達に自分の兄について話すとき。この時は私はお兄ちゃんを使います。私のお兄ちゃんがね、とか、そんな言い方をします。で、フォーマルな場面、私が会社で働いてた時に、自分の兄の話をするときは、私の兄がとか、そんな言い方をしてましたね。これは母、父と同じですね。母、父と同じで、姉、兄を使います。で、どんな時にお兄さん、お姉さんを使うかっていうことなんですけど、これは私が相手の兄弟について聞くときですね。例えば皆さんと授業をしているときに、私が皆さんの兄弟について知りたいときは、お兄さん何歳ですかとか、お姉さんどこに住んでるんですかとか、そんな風に聞くことが多いんですね。で、ここで結構間違える人が多いんですけど、私が皆さんの兄弟に対して、お姉さん元気ですかとか聞いたとしても、皆さんは、お姉さんは元気ですって言う必要はないんですね。仲のいい人と話すときは、お姉ちゃんはっていう風に変えていいし、姉はっていう言い方をするのが自然です。お姉ちゃん、姉を使うことが自然なんですね。自分の兄弟について話してるので。でも私が聞くときは、お姉さんおいくつですか？何歳ですか？お兄さんは何の仕事してるんですか？とか、そんな風に聞くことが多いです。で、弟、妹に関してなんですけど、話しかけるとき、自分の兄弟、自分の弟、妹に話しかけるときは、基本的に名前です。名前で話しかけます。で、友達に話すとき、私の弟はとか、私の妹はとか、そんな言い方をします。で、友達の弟、妹について聞きたいとき、この時は、弟はとか、妹は元気とか、そんな風に聞いていいと思うんですね。でもさっきお話ししたように、例えばフォーマルな場面、少しフォーマルな場面で相手の弟、妹について聞きたいときは、弟さん何歳ですか？妹さん何歳ですか？そんな風に弟、妹の後にさんをつけることが多いんですね。なので、相手のことについて聞きたい、相手の兄弟について聞きたいときに、何使えばいいかわからないってなったときは、とりあえず、弟さんとかお兄さんとかお母さんとか、そんな風にさんをつけておくと安心です。でもビジネスの場面だと、お父さんお母さんは父、母、兄、姉とかの方がいいんですけど、ビジネスの場面でも、弟、妹に対しては、特になんか特別な言葉はないんですね。すごく丁寧な弟の言い方がないので、弟さんはとか、妹さんいらっしゃるんですかとか、そんな風に聞くことが多いんじゃないかなって思います。で、次に祖父母ですね。祖父母っていうのは祖父と祖母、おじいちゃん、おばあちゃんのことです。で、私が自分のおじいちゃん、おばあちゃんに話しかけるときに使うのは、ちょっと特殊というか、レア。レアではないけど、ベーシックなおじいちゃん、おばあちゃんっていう言い方ではないんですね。私はじいじ、ばあば、じいちゃん、ばあちゃんっていう言い方をします。じいじ、ばあば、じいちゃん、ばあちゃんです。で、じいじばあばは父方の
おじいちゃん、おばあちゃんですね。父方の祖父母。父方っていうのはお父さん側、お父さんサイドの祖父母ってことです。で、母方のおじいちゃん、おばあちゃんは、じいちゃん、ばあちゃんって私は呼んでます。でもこれは人によって全然違います。で、そして、友達に自分のおじいちゃん、おばあちゃんについて話すときは、おじいちゃんがねとか、おばあちゃんがねとか、そんな言い方をします。で、友達のおじいちゃん、おばあちゃんについて聞きたいときも、おじいちゃん元気とか、おばあちゃん元気とか、そんな言い方をしますね。で、ビジネスな場面で自分のおじいちゃん、おばあちゃんについて言いたいときは、祖父は、祖母は、そんな言い方をします。祖父と祖母です。祖父は今何歳で、祖母はこんなことをしててとか、そんな言い方をすることが多いですね。はい。で、さっきも言ったように、皆さんとオンラインレッスンで話すときに、私が皆さんのおじいちゃん、おばあちゃんについて聞きたいとき、友達と話してるわけじゃないので、おじいさん、おばあさんを使うんですね。さんを使います。おじいさん元気ですか？おばあさん元気ですか？そんな風に聞きます。そして皆さんが答えるとき、私の質問に答えるときは、祖父は、祖母はっていうことが一番自然ですね。それが一番ナチュラルな言い方かなって思います。そんな感じかな。あと、すごく、よくある間違いなんですけど、おじいさん、おばあさん、おじさん、おばさんですね。これは完全に意味が変わっちゃうので、ちょっと気をつけてほしいんですけど、おじいさん、おばあさんっていうのは、自分のお父さん、お母さんのお父さんとお母さんですね。でも、自分のおじさん、おばさんは、自分のお父さんとお母さんの兄弟です。なので、完全に意味が変わっちゃいます。おじいさんとおばあさんは、グランドファーダーとグランドマザーです。でも、おばさん、おじさん、おじさん、おばさん。おじさんはアンコル。おじさん、おじさんはアンコル。で、おばさんはアントですね。なので、完全に意味が変わります。なので、これは気をつけてほしいポイントかなって思います。で、おじさんおばさんに話しかけるときは、どうなんだろう、みんながどうなのかわかんないんですけど、私は名前で呼んでるんですね。何々ちゃんとか呼んでます。なので、でも、おじさんおばさんって呼ぶ人が多いのかな。私の親戚、私の親族はみんな名前で呼び合ってるので、それが私的には自然なんですけど、結構家族によって違いがあるんですね。おじさんとおばさんの呼び方も全然違ったり、さっきも言ったようにお兄ちゃんの呼び方ですね。私は自分の兄に対してお兄ちゃんって呼んだことがないので、そう名前でね、小さい時から呼んでるので、それも結構人によって違うんじゃないかなと思います。そんな感じです。今日紹介したのが親族名称ですね。家族の呼び方。お父さん、お母さん、お兄さん、お姉さん、おじいさん、おばあさん、そしておじさん、おばさん。そんなことについてお話ししてみました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？ちょっとわかりやすく話せていたか、すごく不安なんですけど、もしわからないところがあったら、ぜひぜひコメントで聞いてください。少し難しいポイントだけど、でも日本で生活する人とか、日本語をもっとナチュラルに話したい人とか、そういう人にとってはすごく大切なことなので、今日の動画が少しでも役に立っていたらすごく嬉しいです。では皆さんここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。